ータラズです。今日はね、みんな大好きロレックスのコピーシリーズ第7弾。もう第7弾になるとね、前回の富岳36家違うわ神奈川沖波浦ですね。それの文字盤をね、オリジナルの時計を作ろうってことで、それでね滞ってました。やっとねパーツ届いてね、やっと中にね、このケースの中にムーブメントをね入れることができます。それで届いたのはこれケーシングクランプっていうんだって。要はムーブメントをケースに留めるクランプだね。これを買ったんです。前回はこれの影響でだと思うんですけど、カレンダーがねどうも締めすぎて動かないっていうのがあったので、これをね数種類入ってるこのクランプをね買いました。長さを変えて、ほらちょっと長さが違うでしょ。長さを変えて、そして少しこの締めを弱くしてムーブメントをケースに留めようっていう3段です。でね、まずはねどんなもんかこう合わせてみてます。で今このねもともとついてたこのクランプで確かめて、長さを確かめてっていう風にやっていってるんですけど、この作業風景がねどうもこのなんていうのかな、やっていってみないと正直この説明のしようがないっていう感じですね。このクランプを、長いクランプをちょっと曲げたり、これをね何回も繰り返します。それでちょうどいいこのカレンダーもうまく動く具合になんていうのかな、クランプを曲げたりっていうことをね何回もね繰り返しています。なのでこの動画ではすごくこの説明しづらいんですけどね、何回もこの曲げて、そしてまた組んで、でまた動かなくなって、またちょっとこの加工してっていうのを何回もね繰り返します。でね、やっとねこのいい具合な頃合いを見つけて、カレンダーもすんなり動くなってところでねビス止めしていくんですけど、本当にこれねケースの個体差もあると思います。この作業ね何回も繰り返してます。曲げて、そして長さを変えたりだとか、やる人はね本当に根気よくねやっていった方がいいです。そもそもねこの文字盤2枚重ねてるんでね、ちょっとその辺の不具合が一番大きいんですよ。文字盤がね普通に1枚だけだったら別にすんなりはまるんでしょうけど、何せこれを GMT で動かしたかったんでっていう余計なことをねしたのでこういう結果になってます。その影響でマキシンもねちょっとねはまりづらいです。このマキシンがなんではまりづらいかっていうと、長いのかもしれない。このねマキシンのその合わせ方ってどうやってやるんだろうと思ってさ、これねじ込み式になってるんですよ。それでこうなんていうのかな、こうやってペンチみたいなので挟んで、でリューズにこうグイグイね挟んでだって締め込んでいくんですけど、このケースにあったリューズっていうのもあって、この押し込み式のロックになるんですよ。それをこうできないリューズもあるので、入らないリューズっていうのかな、これがね本当に非常にね合わせてみて、そしてまた違うの合わせてみてっていう風な流れでね何回もやってます。だからこの動画を見てどうこうっていうのはね本当に説明がしづらくてね、ほら何回やってもねはまらない感じなんですよ。はまらない感じ、なんか抜けてきちゃうんですよね。なんかちょっとなんていうのか、マキシンが合ってないような感じだったんですねこの時。それでねグイグイ締め込んでいって、そしてまたこのリューズをロックできる長さまで持っていったつもりなんですけど、ロックができない。今度ほら押してもねロックの位置までねじ込める位置までいかないんですよね。
っと長いんだろうなって思ってね、見てるんですけど、どうもこの、抜けてきちゃうんですよ。マキシンごとまた抜けてきちゃう。なんかはまってない感じがこう、カチンとはまらないんですよね。まあ、何回もやって、こう無理やりやってこれ無理やりロックしました。そしたらまあ、なんかすんなりこう、カチッとはまったんですけどね、なんかちょっと、まだこの甘さがあります。そう、今ね、抜けてきたの見てるんですけど、ちょっとなんかこのリューズとマキシンがちょっと減ってるような感じが、してるんですよね。なのでまあこの後マキシン変えるんですけど、とりあえずリューズだけ合わせてみればきっちりはまるんですよ。きっちりはまるんで、なんかマキシンがちょっと減ってんのかな、ちょっと形が悪いのかっていうこともね、想定してマキシンも買ってあるんですそう、いろんなものをね、これのね、オリジナルの時計を作るにあたって、いろんなパーツをね、買ってあります。本当に買いました。だからもう、長い時間、もう半年ぐらいやってんのかな、これ。なかなかね、完璧っていうまでには至りません。まあ、これをね、とりあえず長さ、このままで、切らないで、このままでやってみようと思ってね。そうすると、ハマるのかどうかっていうのにやってみました。そしたらまあすんなりはまったんで、でまあマキシンをね、こういい具合にカットして、無理やりな感じになったんですけどね、なんとか動くようになりました。カレンダーもね動くようになって、見てください、完成形です。まあこの状態でまあ1週間ぐらいまあ実際にねつけて普段の生活を送ってみてました。いや本当に違和感なくで、まあその時計の遅れもカレンダーの遅れもなく動いてます。でまあかなりね苦労しました。ケースをやっぱりね、まあ選んだ時からそのケースとムーブメントのその隙間を埋めるその止めるクランプっていうのにねかなり苦労しました。まあやる人はね、まあかなり苦労してそしてそれを覚悟してやった方がいいかもしれない。ただね、本当にやる価値はあります。まあ唯一無二になりますからね。この組み合わせっていうのはね、なかなかないと思うんで。まあ本当はこの GMT をね、つけなければ別にすんなりハマったんでしょうけど、なんとしても GMT をね、つけたかった。まあそこはね、こだわっていこうと思ったんでね。まあなんとか完成までこぎつけました。こうやって見ると色合いもね、ものすごく合ってる気がして。まあただね、いかんせん針がね、見づらいです。針がね、その神奈川沖波浦と相まって同じ青系なんでね、まあ見づらいです。まあ時計ってね、腕時計ってあんま見ないですから、実際ねステータスみたいなもんですからね。癖でね、スマホの時計見たりしますからね。そんなもんですよ。ただね、しかしこれ1週間後、またさらにね、オチがあります。で、まあ1週間やって、その後ね、2、3日放置してたらね、止まったんでね、まあ、ゼンマイ巻いてたんですよ。そしたらね、見てください。巻き芯が折れました。折れた。いや、ちょっとここ、負担かかってるんでしょうね。巻き芯がね、折れちゃいました。折れた先っぽの中にね、しっかり収納されてます。もうなんだよと思って。ここまでもう半年かかったのに、なんだよと思ってさ、せっかくできたと思ったのに、バッチリ折れました。いやー、長さがダメなのか、ちょっとこう、やっぱりケースの厚みじゃないや、文字盤の2枚分の厚みでちょっとね、
テンションがかかってるのかわからないですけどね。完成って言いましたけど、完成してそしてまたすぐに不具合が出ましただからね、これから先またね、この神奈川沖浪浦修理動画続きます次もね、今度修理になります。もう本当にね、もうと思って、せっかく完成したのにまた針もばらさなきゃダメだし、そう、完璧まではね、まだまだ先です。本当に悔しい。こんなもんですよ。実際こんなもんです。長々お待たせしてた神奈川沖浪浦の完成動画になったんですけど、すぐにね、また壊れましたなのでね、お待たせしてた皆さん、このシリーズまだ続きます。もう一回続きます。やっぱり完璧にしたいじゃないですか。完璧にしたい。なのでね、まだ続きますのでねまだこのね、みんな大好きロレックスのコピーシリーズ、また楽しみにしておいてください。寒くなってきて、車の作業はね、うちらは大空ガレージですから、車の作業できなくなってきてます。なので冬、やっぱりね、時計シリーズや、あとはジャンクシリーズ、これのね、ネタもたくさん用意してありますんでね、これから時計だとか、あとジャンクシリーズ増えると思います。またね、新しい企画もね、1個始まったりね、でまたやってみたい企画もあるのでね、皆さんまた楽しみにしておいてください。それでもってね、神奈川沖浪浦のオリジナル時計、また修理しますんで、そちらもね、また楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。